今日はアメリカンホームクッキングの52ページラーメンキャベツサラダを作りたいと思います。思い出のレシピです。デュプリー夫人の作られたレシピの中で非常に私の心に印象深く残っているレシピです。これを何十年かぶりに再現したいと思います。まずインスタントラーメンですけど、札幌一番の醤油味という風に指定されていますけども、レシピにはこちらでは日清の香料チキン味のインスタントラーメンを使いたいと思いますね。この粉末スープを使います。ラーメンの麺は取っておきます。後で使います。ドレッシングを作ります。でこれの2分の1袋を使うとレシピには書いてあるんですけど、日本のとまた事情が違いますし、化学調味料と書いてますので、それを使わない分これ1袋全部使いたいと思います。先生はアメリカでおっしゃられてる時はこのラーメンキャベツサラダ何のインスタントラーメン種類を使ってたんでしょうか。興味のあるところですね。もちろん札幌一番も輸入品としてあったかもしれません。砂糖、お酢、サラダ油、塩、胡椒、よく混ぜてこれ冷蔵庫で冷やしておきます。でキャベツを千切りにいたします。可愛いキャベツですね。無農薬で育てたキャベツなので外側の1枚だけ剥がしてアヒルにあげます。芯だけ取りましょう。とっても柔らかいキャベツなのでサラダには最適だと思います。カメラにけつまずいてしまったのですいません。ちょっと画角が狂ってるかもしれないです。さっきと違う構図になってるかもしれない。はい、スライスアーモンドとごまを10分ほどいきます。オーブンでやってもいいって書いてましたけども、フライパンでやっちゃいますね。弱火ではい、アスカ待てよ。待てよ。はい、今日はいい筋肉が手に入りましたので、これをあげます。待てよ。いい子だね。お手。あ、違う違う。こっちの手で。はい、お手。お手。あ、いい子だね。伏せ。あ、伏せだよ、伏せ。待て。待てよ。バーン。はい。おまわり。タッチ。はい、待ってよ。待てよ。美味しそうだね。我慢だね。よし。はい、いい子だ。
はい、10分いりましたので、これで火を止めます。はい、それではラーメンサラダを仕上げていきたいと思います。ラーメンの乾麺を細かく手で砕いて入れていきます。私たちが来た頃はまだこの乾麺がスーパーで買っても湿気てるのが多くてダメだったんですけど、今は包装がしっかりして乾燥してます。ラーメンサラダを作るには最高にいいですね。でドレッシングかけて冷蔵庫に置いておくと麺がふやけてしまいますので、これはもう作ったらすぐ食べてください。このカリカリの食感がこのラーメンサラダの特徴です。いつもネギを細かく刻んだものを冷蔵庫にしまってますので、それを使いますね。パラパラパラ。そしてアーモンドとごまをいったのを混ぜます。手も一緒に。ボウルがちょっと小さかったですね。混ぜます。はい、こんな感じで器に移して冷蔵庫で冷やしたドレッシングをかけてラーメンキャベツサラダの完成です。このレシピはシンプルかつ素晴らしいアイデアが込められています。まず一つはインスタントラーメンの粉末スープの味を生かしてドレッシングを作るということ。札幌一番醤油味を指定されていたのは醤油ドレッシングをイメージされていたからではないかと思います。外国産インスタントラーメンを使う場合、その味に近づけるために醤油を 6g くらい入れても良いかもしれません。もう一つは乾麺を茹でないでそのままカリカリと食べるという点です。私が子供の頃、ベビースターラーメンというお菓子があって、味のついた乾麺をそのままポリポリ食べていましたが、そのような食感が良いらしく、野菜嫌いな子供が遊びに来た時、ランチでこのラーメンサラダを作ってあげたら、たっぷりと食べてくれました。ジョアン先生の愛とユーモアがたっぷりと込められたこのレシピ、ぜひお試しください。Nos vemos. Chao, chao.